念のため紙でも残しておこう。その一言で DX という名の希望は紙の保険に回収されます。最初に言っておきます。この話はツールの比較でも根性論でもありません。もしあなたが結局は現場が甘いと思うなら今日はここまでで大丈夫です。結論から言います。 DX したのに紙が増える理由は技術不足でも努力不足でもありません。責任の矢印がいつも個人に向く設計だからです。ようこそ失敗博物館へ。本日の展示はただの無駄の標本ではありません。組織が自分を守るために積み上げた自己防衛の記録です。本日の解剖リストは3つ。紙への回収、書類という競技、検討会の増殖。順に解剖します。 DX が始まると現場は加速します。しかし同時にミスも消えない記録として残ります。ここで古い設計が発動します。成功の利益は組織へ、失敗の責任は担当者の名前へ。人はサボるのではありません。生存に最適化するだけです。方法は一つ。証拠を積む、合意、議事録、スクリーンショット、臨議、添付、そして印鑑、証跡が仕事の中心になり、DX は効率化ではなく面積の紙を増やす装置に変わっていきます。次に補助金や予算申請です。本来は現場を前に進める燃料のはず。でも実態は精巧な書類協議になります。不正が起きた時、責任の矢印は窓口の担当に集中する。だから設計の最優先は支援ではなく不正リスク回避に置かれます。報われるのは良い計画ではありません。揃った書式、完璧な証跡、外さない言い回し。現場は学習します。前に進めるより落ちない形を整えろと。検討会やガイドラインは決めるために増えるのではありません。決めないために増えるのです。決定は誰かの判断になります。判断は外れた時に責任の矢印を生みます。だから安全なのはこうすること。関係者を増やす、議事録を残す、第三者を入れる。すると責任は薄まり誰も傷つかない。その代わり速度だけが犠牲になります。最後に残るのは前に進む力ではなく紙と倫理という安全装置です。安全に戻ります。まとめ、責任が個人に落ちる。すると面積の合意が増える。合意が増えるほど紙と承認が増える。これが DX を紙へ引き戻す戻る力です。 DX の敵は紙ではありません。責任の配り方という設計です。最初に変えるべきはスローガンでも最新ツールでもなく責任の落ち方です。ここで展示ラベルを貼りましょう。この紙の正式名称は組織の保険です。だから手強い。でも安心してください。あなたが弱いから紙が増えるのではありません。証跡は最初はあなたを守る盾でした。それが過剰に積み重なった時、組織を止める面積装置に変わっただけです。だから明日からは新しい紙を増やす前に責任者の名前を1行で書いてください。それだけで紙は自分を守るだけの保険から本来の価値を生む仕事へ少しだけ戻り始めます。次回はこの構造が安全の名のもとに正当化される世界でどう暴れるか。 MRJ です。飛行機より組織が重かった。あれは比喩ではなく設計の帰結でした。本日お持ち帰りいただく教訓は一つ。責任が個人に落ちる設計は紙と承認を増殖させる。それではまた次の展示室で。